ヤッホーとしきです。今回は無限ステータス強化素材と隠し要素4選ということで、今回はね、黒神話悟空に詰まってる人にぜひ見てもらいたい内容になってます。今回の動画はこちらの感じで進めていきます。まず一番最初にステータスアップ強化素材の霊竜内炭ありますよね。あれを周回してゲットできる方法と、その他隠し魂魄や2つ目の変化の石、そして隠し武器2種をご紹介したいと思います。コメントでもね、結構このゲーム難しいっていう声が届いてるんで、マジでそういう方の参考になったら嬉しいですね。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、それでは早速ステータス強化素材の無限入手やってみたいと思います。第2章のステージのワープポイント穴蔵というところで、この NPC がいますよね。ここでは一番上の展開の選集って読むんですかね。ここで自分のステータスを永久的に上げることのできるコンテンツがあります。マジでこのゲーム難しいなって思ってる人は、ここでステータスを上げてさえしまえば自分で難易度を下げることができますんで、マジでこれは活用していただきたいですね。ですが、このステータスを上げるための素材がこちら霊竜内炭という特級品になっているんですね。これは普通のストーリー上のボスもしくは HP バーが表示するような中モブ、中ボスを倒すとゲットできる、もしくは途中の宝箱で数個ゲットできるんですが、これね、あんまり持ってないよっていう人多いと思うんだけど、実はこれ道中の中モブからレアドロップするんですね。なので今回はこの霊竜内炭のドロップについて検証してきました。ちなみにこのステータスアップの場所ですね、穴蔵というワープポイントまだ開放してない方は前回の動画で紹介してるので、そちらを参照してみてください。とは言いつつちょっと解説するんですが、ここに来るためには虎ですね、途中の虎を倒しさえすればここに来ることができますんで、その後ね、岩のゴーレム倒す必要があるんですけど、そっちは強くないんですよ。とにかく虎だけ倒すことができて、ここに到達すれば今回のこのステータスアップの方法が使えるんで、難しいなと思ってる人でもマジで虎だけ頑張って倒してみてください。それも前回の動画で虎の倒し方解説してるんで頑張ってね。はい、それでは霊竜内炭の周回場所を説明していきます。全部で3箇所あるんですが、ここが一番効率がいいところになっています。甲風神というところの低風床まで飛んできてください。飛んできましたらもう目の前に盾持ちの中ボスがいるんですね。こいつに低身術使って止めて、後ろから坊主でボコンとやってください。はい、僕はレベルが高いので、ゲットしました、ゲットしましたね。動画撮り始めて一発目出ましたね。はい、こんな感じでゲットできるんでめちゃくちゃ簡単ですよね。ここで低身術使って後ろに回り込んで坊主で、レベルが足りなくてまだ一撃で倒せない人も大丈夫です。このまんま吹っ飛んでここら辺でちょんちょんちょんと攻撃すれば倒せるんで、ぜひやってみてください。そしてレベルが上がってきたらでいいんですが、ここレベル45になると解放されるこちら攻撃の威力が微増する、これをねどんどん高めていってください。このゲームは祠でスキル振り直しが何のデメリットもなくできるので、レベル45になったらとりあえずリセットして、まずこれに全部振る、あとはちょこちょこ振っておいて、あと奇術の低身術ですね。低身術の一番最初の段の左側、ここの攻撃の威力が上がるってやつを2段階上げておいてください。とにかく火力を高めていきましょう。またさらにここの修練で魂魄の威力を高めることができるんですね。坊主のレベルをどれぐらいだろうな、3か4ぐらいまで上げていくと、途中でこの技の威力とのけぞらせ効果が上昇するに変わるんですね。途中で鉄の中に血って書いて鉄中血って読むアイテムですかね、あれが必要になってくるんですが、ここまで来る間に結構たくさん持ってると思うんで、あとはお金が足りない方はここを周回してどんどんこれをレベルアップさせていきましょう。そうすると今回の僕のように普通に低身術を使って後ろからお坊さんするだけで一撃で倒すことができるんで、マジで周回効率が上がるんですね。しかもですね、ここで周回してると経験値が結構上手くて、レベル上げとしても最高の拠点なんですね。マジで虎は倒せたんだけど2章のラスボスが倒せませんっていう方は、ここでちょっと鍛えてみて自分で難易度を下げてみてはいかがでしょうか。そして気になるドロップ率なんですが、僕の体感なんですけど、おそらく 5% かな、 10% はないかなといった印象です。他のゲームでもね、レアドロップ狙うとかそういった経験してきて体感なんですけど、10% はないかな、結構落ちない時は落ちないぜっていう感覚だと思っておいてください。ただこれをやるだけでステータスが大幅に上がるんでめちゃくちゃうまいっすよね。ざっくり言うと20匹倒して1
匹出るか出ないかなって、マジでそんな感じだったんで、運がいい人はすぐ出ると思いますね。まあ出なくてもそれをやっていくうちにレベルがどんどん上がっていくんで、マジで上手いんでやってもらいたいですね。で、2箇所目はこちら第2章の枕石壺というワープポイントを飛んできてください。こんな感じのところですね。ここからまっすぐ行くと普通にここに盾持ちが1匹で、あっちに盾は持ってないバージョンの敵がいます。こいつからのドロップは今のところ確認してないんですが、おそらく落ちます。その理由も後で説明します。そして3箇所目は実は第1章のステージの蛇の道というワープポイントでもやることができます。はい、飛んできましたら普通に順路通り進んでいって、懐かしいですよね、ここね。で、ここに行くと、目の前に、はい、いましたね。この蛇の敵いましたよね。実はね、こいつからもドロップを確認しています。出なかった場合は、ちょっと戻って右側のここを降りましょう。はい、降りるとまた同じやつがいるんですね。で、こいつも倒していきましょう。はい、倒しましたね。で、ここで実際に落ちた映像をご覧ください。はい、こんな感じでしっかりとドロップすることが確認できています。で、戻ってきて、そのまんままっすぐ行くともう1匹ヘビがいるので、全部で3体狙うことができるんですね。はい、真ん中の方いましたね。こいつですね。こいつ倒していきましょう。倒しましたね。今回はドロップしなかったようです。ドロップしなかったらアイテムでワープポイントに戻りましょう。まあ一番最初に紹介したところが一番周回効率はいいと思うんですが、こっちも結構いいんですよね。こいつが弱いんで。で、ここで皆さんお気づきかと思いますが、このゲームって実はこういう感じでちょっと強めの中モブいますよね。多分ですけど、中モブだったらドイツでもレアドロップで霊竜内炭ゲットすることができると思うんですね。なんで何を言いたいかというと、今後この先ね、第3章、第4章と何章まであるか分かりませんが、進んでいくにつれて倒しやすい中ボス、そしてその近くにワープポイントがあったら結構狙い目だよと覚えておくのがいいんじゃないかなと思います。最初はね、確定のボスドロップ品かと思ったんですが、道中でね、普通に落としてきたんでマジでびっくりしたんですよね。ちょっとね、めんどくさい作業だなって思うかもしれませんが、このゲームに積むより全然いいですよね。積んでしまってなんかつまんなくなって進めなくなってしまうよりかは、レベル上げというかね、まあ RPG みたいな感じでどんどんレベル上げして自分で難易度を下げてステータス上げてボスに挑んでいってください。直近だとエルデンリングとかライズオブ P とかライズオブローニンなんかも難しめのアクションも攻略してるんで、また困ったら遊びに来てね。はい、それでは新しい変化の形態ゴーレムの入手場所を解説したいと思います。これめちゃくちゃシュールですよね。歩くのめちゃくちゃ遅いんですよ。こいつ火力は高いんで、まあまあ好きな人は好きなんじゃないですかねっていう。普通に四角の攻撃が、これが3段まで攻撃がはい、できます。三角はチャージ式で突進攻撃をすることができます。こんな感じですね。当てんの結構むずいかもしれないですね。で、このゴーレムくんは特殊効果がありまして、攻撃を受けるとこんな感じでゲージが右下の分かりますかね、溜まるんですね。で、これは R2 と四角を押すと使うことができる必殺技で、こんな感じで広範囲に一気にドカンとダメージを与えることができます。なので、普通に攻撃するより、まあ、ずっと耐えて、はい、ここら辺で2回目使ってみましょう。どのぐらいダメージが入るのか。はい、1334とか見えましたね。ということで、2回やれば2600のダメージ、めちゃくちゃでかいですよね。まあ最初僕もね、こっちの狼の方、こっちの方が使いやすいかなと思ったんですが、攻撃を食らってからの必殺技の方が火力が出たので、まあ動き回るボスにはちょっと使いづらいかもしれませんが、こっちの方が威力高いんで、結構面白かったですね。ぜひ皆さんもゲットしてみてください。それでは入手方法を解説していきます。第2章の枕石壺というところに飛んできてください。はい、飛んできましたら、ワープポイントを向いて右の方角に進んでいきましょう。クエストラインとしては、まずここに飛んできて、NPC に話しかけます。で、その後にボス戦を1個挟んで、そしてまた NPC に戻るといった結構手順的には簡単になってます。で、倒すボスも、まあ、ボスというか、なんかでかい NPC を倒すみたいなイメージでしょうか。はい、ここまで進んできまして、あいつが見えたら、ここ降ります。はい。はい。ここ進んで左側行くとこいつがいるんですね。で、こいつに話しかけてください。はい。何度か話しかけましたら、会話がループするようになったらね、戻っていきましょう。動画の通りに進んでいってください。まあ、このエリアにいるので割と近いかなと思います。ここら辺登れるかな。はい、登れますね。登って、こちらに進んでいきましょう。危ない。はい、登ったら右ですね。はい、こちらです。
そしたら突き当たりを右ですね。はい、開けた場所通り抜けたら、こちら左側に進んでいって、この火の灯火3つを目印に登っていきましょう。そして左ですね。はい、見えてきました。もうここら辺から敵が皆さんはいると思うんですが、ここにね、青く光ってるどでかいなんか巨人みたいなやつがいるんですね。で、こいつを倒す羽目になるんですが、こいつ自身はね、攻撃してこないんですよ。普通に殴れば割と柔らかいですし、まあ一応ボス扱いというか NPC を倒すみたいな感じなんですが、これ殴ってると周りからどんどん敵が湧いてくるんですね。守ろうとして。で、そいつらが厄介なので、ボス戦の攻略っていうほど難しくはないんですけど、頑張って倒してみてください。はい、そして先ほどの NPC のところに戻ってきて話しかけると、なんか騙されたなみたいな感じになったので叩くと、戦闘になります。まあまあ攻撃力高いんですけど HP 低いので、まあ普通に倒せると思います。そしたら先ほどのゴーレムに変化する技をゲットすることができます。第2章の隠しサブクエ解説していきます。これをクリアすることによって、こちら強固と言われる虎に変化する魂魄をゲット。そしてこちらゴキコロという回復薬をゲットすることができます。これを使うと回復効果は半分になっちゃうんだけど、回復した後一定時間攻撃の威力が上昇する。ちょっと上昇するとか、まあまあ上昇するとかじゃなくて、普通に威力が上がると書いてあるので、まあまあ上がると思います。まあ回復が半減しちゃうんであんまり使う機会はないかもしれませんが、まあ、寄り道要素というか収集要素になってますので、ぜひね、これもゲットしてみてください。ちなみにこの強固を使うとこんな感じになります。はい。方向してドカンと吹き飛ばすことができるんですね。めちゃくちゃ強いっすね。これまだレベル1の状態であれだったんで、かなりのダメージあると思いますね。ただ注意点なのが、装備していると攻撃力が増加する割に最大生命力が大幅に減少する。これやばいっすよね。はい、見えますかね。今その虎を外していつものお坊さんを装備したんですが、結構 HP が減っていたことがわかりますよね。この分減るということで、まあどうですかね。攻撃力を犠牲にして装備するかって感じなんですが、そこは皆さんにお任せします。ただ一発の威力めちゃくちゃ高いんで、まあ、どこかで使う機会はあるんじゃないかなと思います。それでは入手方法を解説していきます。第2章の甲風神の低風章というところに飛んできてください。基本的にここまでのワープポイントまで行ってなくてわからないよという方は、僕の前回の動画見てもらえれば解説してますので、ぜひご覧ください。で、いつものごとく先にクエストラインを解説します。ここに飛んできたら、この先にいる侍のボスを倒します。そしてキーアイテムをゲットしたら、第2章のステージの各地3カ所の場所に行って、キーアイテムを使います。で、その3つ目の場所でキーアイテムを使った時に隠しエリアが登場します。で、そこのボスを倒すとゲットですね。それではまず行ってみましょう。ワープポイントからまっすぐ行って、ここは皆さんも知ってるかと思いますが、一応解説しておきます。はい、このまままっすぐ進んで、結構すぐですよね。はい。このまんままっすぐ進むと、侍のボスがいる橋に到着します。はい、ここですね。ここで頑張って侍倒してみてください。侍の倒し方も前回の動画で解説しています。で、ここで、古びた塔というキーアイテムをゲットできます。なんかちっちゃい子が遊ぶ、太鼓みたいな感じですね。それではこれから3箇所回っていきます。まず1つ目は、こちら採石台というところに飛んできてください。ここがどこかっていうと、ゴーレムの岩のボスのすぐ近くのワープポイントですね。ここ飛んできたら、こちらの方角に進んでいきましょう。で、ちょっと右ですね。あそこ座禅ポイントがありますね。で、座禅ポイントを向いて右に進んでいきます。はい、こちらですね。ここから滑って少し先下に進んでいくような形で、一つ目ワープポイントを開放できるので行ってみてください。まあもうワープポイント開放してある方はわかると思うんですけどね。一応ここから解説しておきます。はい、このまんま進んでいきましょう。ちなみにね、これ滑り落ちる途中で左側に宝箱があるので、もし取りたい方は取ってみてください。そんな重要なものはね、入ってなかったです。はい、たどり着きましたね。ここを開放しておきましょう。ここが鎮風門というワープポイントになっています。そしてすぐ近くのこちらの門閉じている方は、ここに虎と岩のゴーレムのボスを倒しておくと開けることができるので覚えておきましょう。それではワープポイントを向いて左順路に進んでいきましょう。
この途中にね、回復薬を強化できるアイテムも垂れ下がってるので、合わせて紹介しておきますね。はい、まっすぐ進んでいって、ここの家っぽいのが見えたら左側、まあここら辺にね、なんか中ボスみたいなやつがいるんですよ。ここら辺になんか毒飛ばしてきたりするんですけど、で、そいつを倒してほしいんですが、この木のところにね、回復効果アップ、回復回数アップ、どっちかだったかな、そこの重要なアイテムが垂れ下がってるんで、取っといてください。で、取ったら、そのまんままだ道なりに進んでいきます。はい、こちらですね。橋みたいなものが見えてくると思います。で、盾持ちがいますね。こいつちょっと止まっててもらって、こいつはまあ倒してもらっても全然いいです。で、通り抜けたら階段の手前を左に曲がりましょう。はい、ここですね。ここの広場にたどり着くと、なんか視界がぼやけて、勝手に R2 を押すとキーアイテムを使えるんですね。まずここが一つ目の場所です。ここでアイテム使ってください。ちなみにこれは余談ですが、この不在谷、不正谷って読むんですかね。第2章が始まってすぐ村の入り口からちょっと進んだ、二人組のボスのところですね。はい、ここですね。ここは虎のボスを倒す、そして岩のゴーレムみたいなボスを倒すと、ここにインタラクトをすると、さっきと同じですね。ここの門を開けることができて、これまっすぐ行くとさっきの1個目のサブクエストね、キーアイテムを使うところにすぐたどり着くことができるんで、ここも開けておいていいかもしれないですね。はい、ここの右が1箇所目でしたね。続いてはこちら、甲府人の低風省というワープポイントに飛んできてください。はい、さっきいたとこっすね。ここをちょっと戻る感じで行ってみましょう。下っていきましょう。こちらですね。ここもね、割と近いかなって感じがしましたね。はい、まっすぐ進んでいきましょう。で、門をくぐります。門をくぐったら、すぐ左を向きましょう。こっちですね。はい、この家があるところ、この辺りまで来ると、また勝手に視界がぼやけて、キーアイテムを使うことができます。ここが2箇所目です。最後3箇所目は、第2ステージ始まってすぐの村の入り口というワープポイントです。はい、飛んできましたら、まあ普通に順路通り進んでいって、目の前の門をくぐっていきましょう。くぐりましたら、すぐ左っすね。はい。あそこになんか NPC もいましたよね。消えちゃったんですけど。はい。ここら辺まで来ると、また勝手にキーアイテムが使えて、ムービーが入ると思います。で、そのムービーが終わったら、ここの井戸ですね。ここ飛び込むことができて、隠しエリアに繋がってるので行ってみてください。ここでボス戦になります。ちょっと皆さん嫌いかもしれませんが、虎の個体ですね。しかもこいつ結構強いんですけど、まあここで先に紹介したステータス永続強化アップとかね、あそこら辺の周回をして、強化してからであれば普通に倒せると思いますんで、皆さん頑張ってやってみてください。まあ攻撃パターンとかもね、虎に似ていて、この上からの落石が結構めんどくさかったりするんですが、皆さん頑張って倒してみてください。無事倒せましたら魂魄ゲットですね。しっかり忘れずにゲットしておきましょう。で、この近くに宝箱があって、そこにガキコロスね、さっき紹介した回復アイテムのちょっと違うバージョンみたいなやつ、奥にありますね。あれをゲットしてみてください。続いてはこちら、攻撃力70の蛮竜という武器を紹介していきます。これかっこいいっすよね。この武器は第1章のステージ、そして第2章のステージをまたいでクエストを攻略していくことでゲットすることができます。で、先に注意点なんですが、今必要な素材が足りないものありますよね。鉄の砂って書いてあるやつで、これはクエストを進めていく中で倒す必要のあるボスを倒すと2個ゲットは確認できたんですが、僕もともと2個持ってたんですね。で、この時の僕の進捗状況としては3章の一番最初のボスだけ倒したみたいな感じだったんですよ。で、主にこの鉄砂は3章でゲットできるので、ちょっとここは情報があやふやになってしまってますが、もしかしたら2章のどこかで鉄の砂残りの2個をゲットする場所があるかもしれません。いろいろ調べたんですが、国内外どこにも情報が出てなかったので、もしかしたら僕は3章をスタートして最初のボスでゲットしたかなって感じでしたね。まあそれでも一応ゲットしておいて損はないので、ぜひ攻略してみてください。蛮竜の武器の入手方法を解説していきます。第2ステージ初めの村の入り口からちょっと進んだこちら不在谷、不正谷って読むんですかね。ここのワープポイントまで飛んできてください。双子という
か兄弟、でっかいのとちっちゃいのとボスいましたよね。ここで戦ってたんですが、そこですね。先にクエストラインを解説しておきます。まず1ステップ目がここで2人組のボスを倒す。で、2ステップ目がちょっと進んでもう1匹のボスを倒してキーアイテムをゲットする。3ステップ目は第1章のステージに戻って竜のボスを倒す。で、最後4ステップ目は第2章のステージに戻ってきて、さらにもう1匹のボスを倒す。そうするとゲットすることができます。まず1ステップ目、この2人組を倒すですが、僕はちっちゃい方を先に倒したので、なんか血肉みたいなアイテムゲットできたんですね。で、人によってはでかい方から先に倒すとちっちゃい方って逃げるんですかね。僕はちょっとよくわかんないんですけど、どちらが先でも大丈夫です。とりあえず2人組を倒しましょう。で、2ステップ目ですね。こちら倒したらさっきのワープポイントの近くに戻りつつ、右側に進んでいきましょう。まあ、順路ですね。順路を普通に進んでいってください。で、敵をシカとしてまっすぐ進んでいきましょう。はい、ちょっと左の方に迂回していって、ここを降りますね。はい。ここを降りていくと、ちょっと開けた場所に出てくると思います。で、僕のようにちっちゃい方を先に倒した方は、血肉みたいなアイテムゲットできてると思いますんで、ここにインタラクトしてください。そうするとボスが出てきます。で、でかい方を先に倒した場合でも、なんかちっちゃいやつが出てきて、ここでボス呼んでくれるので安心してください。で、とりあえずそのボスを倒しましょう。そのボスを倒したら、開けたところを見て、左側向いてください。僕はここ壁崩れてるんですけど、皆さんはまだ崩れてないですよね。ちょうど真ん中ら辺の位置で、近づいて、これですね、お坊さんを使うと、なんとここ崩すことができるんですよね。そしたら中に入っていきましょう。はい、中に入りましたら、なんかボス出てきそうな雰囲気あるんですが、出てこないですね。ここのキーアイテムをゲットしてください。貝殻みたいなやつですね。このキーアイテムをゲットすると、滝みたいなもののしぶきを消すことができて、道を出現させることができます。これをゲットしたら、第1章のステージの一番最初の方にあった滝を消してボスを倒す。そして第2章のステージの砂の滝を消してボスを倒す。これでゲットです。とりあえずキーアイテムをゲットしたら祠に戻りましょう。第1章のステージ、早漏の森の森の外れというワープポイントに戻ってきてください。懐かしいですよね。はい、到着しましたらまっすぐ進んで、2人組が見えたら左斜め前に進んでいってください。こちらですね。はい。で、右に進んでいきます。ちょっと迂回して、まだ右ですね。はい。で、宝箱が見えたら左の方、ここを降りましょう。で、降りたらちょっと右川を渡っていきます。はい。この雑魚敵がいるのが目印ですね。こいつらを通り過ぎて左の上の方に進んでいきましょう。ちょっと入り組んでるんで気づいてない方多いかもしれません。はい、そうしましたら、水辺の右の方を向くと、こちら、僕はもう消えてるんですけど、ここ滝があって、インタラクトできるので、滝を消してみてください。そしたら中に入っていきます。はい、中に入ると、こんな感じの竜のボスがいます。こいつね、見た目強そうなんですけど、別にそこまで苦戦はしないかなといった感じですね。まあ、同じくステータスアップしておけば、そんなに怖くはない相手といったところ、よくね、飛びかかって攻撃してくるんで、その後、ここら辺ですね。はい、この後が結構チャンスだったりします。連続攻撃してくる時もあるんですけど、まあ気をつけて回避を構えながら攻撃してみてください。敵をダウンさせると背中に背負ってる3つの電気のエンジンみたいなやつがあるんですね。こいつを叩きましょう。で、起き上がりそうだったら低心術使って、はい、壊すとこんな感じで大ダメージが入るんですね。あと2つ残ってるんで2回大ダメージを与えることができます。なのでとりあえずダウンさせて背中を攻撃するっていうのを覚えておけば結構割と簡単に倒せると思います。皆さん頑張って倒してみてください。見事倒すことができましたら宝箱が出てきて、ここでももちろんボスなので霊竜内炭をゲットできて、あとはね竜玉ですね、この素材をゲットできて、あと宝箱の中からもこの武器を作るための素材ゲットできますのでゲットを忘れずにしておいてください。これが4ステップ目、最後のボスです。第2ステージのこちら枕石壺に飛んできてください。はい、飛んできましたら祠を見てちょっと右斜めまっすぐの階段を登っていきましょう。ここもね割と近いっすね。はい、もうどんどん階段を登りきっていって、
こちらですね。この階段の上、ここも僕は消えてるんですが、ここ砂の滝があるので、ここもインタラクトして消して中に入っていきましょう。ここのボスを倒してようやくクリアですね。はい、最後のボス、こんな感じのがいますね。両手にハンマーみたいな、雷の土みたいなのを持ってますね。事前のトレーラーでもいたやつですね。こいつは一発一発の火力がアホほど高いんですけど、遅いんですね。めちゃくちゃ遅いです。なので、序盤から術使ったり、お坊さん召喚したりして、ガンガン攻撃していって、はい、この両手打ち付けは後ろにね回り込めばずっとね無防備なので、これ覚えるとかなり戦いやすいですね。最後の一撃だけ範囲攻撃してくるので、それまでに気絶させるか、なんとかして避けるみたいなことをして頑張ってみてください。はい。で、口からなんか雷出したら近くにいる岩場、この上に乗ってください。はい。これでこいつの攻撃を完全無効化することができます。これ覚えてからマジで楽勝でしたね。なんかトレーラーだと縦コン、立ちコンみたいなやつで棒で上に避けてましたが、普通にこれがいいですね。で、こいつ、岩壊しちゃうんですね。アンチを壊してしまうので、近くに岩場があるところでは戦わない方がいいかなっていう感じはしました。なるべく、岩場を温存しながら多分2、3回ぐらいやってくるんで、2つぐらい岩があれば避けきれるかなといったところ。普通にジャンプとか回避で避けようとすると結構めんどくさい技なので、ぜひね岩場は意識して戦ってみてください。こいつはね普通に勝てると思います。はい、こいつを見事倒すことができたら、ここが問題の右見えますかね。鉄砂が2個ゲットできているのが確認できますよね。で、この先の宝箱を開けて素材をゲットすれば万竜という武器作ることができますので、ぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、それでは第2章で最強とも思える武器紹介していきます。こちら積雲根という名前で、攻撃力が60、防御力がなんと30もアップするめちゃくちゃ強い武器になってます。これをゲットするまでは皆さん第2章だとおそらくこれかな、重根黒釉を装備していると思います。攻撃力が50で会心率が 4% のやつですね。これよりも攻撃力が10上がってさらに防御力が30上がるって序盤のうちだとマジで破格の性能なので、第2章のラストボスに苦戦している方はこの武器ゲットしてみてください。被弾がね結構変わると思います。さらに蓄力のスキルの威力が少し上昇すると書いてあります。で、蓄力ってなんだっけっていうと、これですね、三角ボタンでチャージして攻撃するやつ。このスキル取ると走ることもできますよね。すごく相性がいいと思います。はい、こんな感じの見た目してますね。マジで防御力上がりそうですよね。本当にねこのゲーム敵からのダメージがバカみたいに高いんで、防御力はねなるべく高めておきたいところ。第2章のラスボスにもね絶対役に立つと思います。はい、それではこの防御武器をゲットできるサブクエストを解説していきます。今どこにいるのかというと、虎を倒してまっすぐ進んできて、進んでくるとこういう向きになると思うんですが、ここでゴーレムみたいな岩ボスと戦闘になりますよね。で、これを倒したら左の方にワープポイントがあるので解放しておいてもらいたいんですが、今回はこちらではなくてこっちの方に進んでいきます。はい。まっすぐ進んでいきましょう。先にクエストラインを紹介しておきます。まず、ここからまっすぐ行って、キーアイテムを6個ゲットします。このアイテムですね、仏目樹という名前、僕も6個持ってます。6個も集めるのめんどくさって思うかもしれませんが、割とね、近いところにあるので、頑張って集めてみてください。で、仏目樹を6個集めることができたら、またここのゴーレムの場所に戻ってきたいと思います。それでは行ってみます。まず、まっすぐ行って、門をくぐって、右の壁沿いに進んでいってください。はい。これすぐ近くです。はい。もうありましたね。これが1個目です。転がってる仏像の頭の目が光ってると思うんで、インタラクトしてください。これがまず1つ目です。1つ目取り終えましたら、背にしてまっすぐ進んで、ちょっと右ですね。はい。右の方に進んでいって、ここのワープポイントを解放しておきましょう。はい。ここが前回の僕の動画でも出てきた枕石壺というワープポイント。解放したらワープポイント向いて右、こちらですね。進んでいきましょう。ここから次のワープポイントも解放しに行くんですが、そんなに遠くはないですね。気づいたら6個簡単に集まると思います。敵を避けながらひたすらまっすぐ下っていってください。で、その途中にこちらですね。この辺りで右側にまた仏目獣の銅像が落ちてるので、これで2個目ゲットしてみてください。ゲットしたらそのまんま道なりに進んでいきましょう。ここも降ります。はい、次も降ります。
で、まっすぐ進んでいって、この木みたいなところが見えたら右に進んでいってください。こっちの方角っすね。で、何やら敵が見えてきたら右を向くとワープポイントがあるので、ここを開放しましょう。ここが風隠れの3王というワープポイントです。ここを開放しましたら、ワープポイントを背にしてすぐ行くと、ここにありますね。これが3つ目の仏目銃ですね。これをゲットしましたら、ワープポイントを向いて右に進んでいきましょう。こちらの方角です。斜め右といった感じですかね。で、まっすぐ行って、モブがいるので鹿として、こっちですね。いて。はい、まっすぐ進んでいって、ここの階段を右に上がります。宝箱があります。まっすぐ登っていきます。登っていきます。はい、こちらですね。ずーっと登りきると、ここにも銅像があります。これね、敵がいるとインタラクトできないので、なんとか倒しておいてください。これが4つ目ですね。4つ目ゲットしたら、祠に戻りましょう。またこちらのワープポイントに戻ってきたら、祠を向いて左に進んでいきましょう。ちょっと暗い、この細道ですね。こっからも割と近いかな。はい、ここ進んでまっすぐ行って、で、ここからはね、敵がちょいちょい出てくるので、倒しながら進んだ方がいいかなって感じしますね。はい、突き当たりを左ですね。敵がいるとね、インタラクトできないんで、ちょっと困っちゃうんですよね。はい、敵がここと、なんか左の方にもいましたね。で、目的のものがこれですね。皆さんは敵を倒してゲットしてみてください。これが5個目ですね。で、そのまんま解説します。5個目を取ったら、背にしてまっすぐ進んで戻っていきましょう。はい、そのまんままっすぐ左に壁を見つけて進んでいきましょう。はい、まっすぐ。で、ちょっと開けたなと思ったら、左折しますね。はい、左沿いに進んでいきます。左沿い。よいしょ。で、ここの火の、灯火みたいなのが3つあるのが目印。ここを登って突き当たりを左に行きましょう。はい、こちらまっすぐ進んでいきます。はい、進んだら、右回りにちょっと進むと、開けた場所に出て右行くと、はい、ここですね。ここが最後の6個目ですね。これ結構気づかないですよね。これを取ったら、ワープポイントに戻っていきましょう。はい、ゴーレムのところまで戻ってきました。6個集めたら、僕はいないんですけど、この辺りかな。ちょっとこの門の近いところ、この辺りにでかい岩があると思うんですね。で、このでかい岩をインタラクトすると、ボス戦になります。で、このボス、噂では最初のこの岩ボス、最初のゴーレムのボスを倒す前におそらくこっちの方を開拓しに行って戻ってきてこの作業をすると、なんとねボス同士で縄張り争い同士打ちしだすようなので、ちょっと面白いですよね。まだ間に合う方はねそれ試してみてください。結構レアな映像になると思います。まあでもこのボス自体は全然別に強くはないんですね。攻撃モーションも遅いし一発はでかいんですけど、まあ低心術とか変化の術とかいろいろやっていけば逃げ回ってるうちにね攻撃もあんまりしてこないんで、チャージを貯めてまた術使ってみたいなはめて倒すことができると思いますんで、皆さんぜひ頑張って倒してみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。無限ステータス強化素材と隠し要素4選でしたが、いやーまあ霊竜ナイタンドロップ率渋めではあるものの、自分で難易度下げれるっていうのは大きなメリットですよね。これからもこのゲーム難しいなーって思ってる方のサポートになるような動画どんどん出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。